始まってるなんてことないよね、これ。やってんのか。ちょっと急に始まっちゃうかしら。はい、ちょっと音のチェックします。はい、ちょっと音のチェックします。お、ジャズちゃんと流れてるか？どうなんだ？ジャズちゃんと流れてるか？おお、なんか今日もできないと思ってたんですけど、できましたね。バッチリですね。はい、改めましてこんばんは、井上サンタです。これ下げとかなきゃ。改めまして、ちょっとまたもしも止まってしまったらコメント欄で教えてください。音とか止まってたら音が聞こえなくなったりとか、なんやかんやしたら教えてください。今日はですね、でっち上げっていう映画を見てきました。これすごい面白かったんで、その話を中心にしていきたいと思っております。あと今日港北の方の IKEA 行ってきました、久々に。でずっと港北の IKEA ができた時から行ってるんですけど、なんか最近名前が IKEA 横浜に変わったみたいで、それを記念したトートバッグっていうかショップバッグ売ってましたね。このライトゲットしてきて、で後ろにねちょっともう何個かIKEA で買ってきたライトがあって、それ設置しようかなと思っていて、YouTube の配信できるかしらと思ってちょっと試してみたらできたんで、大当てで今放送しております。IKEA でね、ものすごい大きい壁掛け時計、円形のやつが売っていて、前回ね半年ぐらい前に行ったのかな、 IKEA に売り切れになっていて、今日もねえんだろうなと思ったら売っていて、5999円ぐらいするんですよ。でバックトゥザフューチャーっていう映画の出だしで、多分その主人公のマーティがドクの部屋に行くときに、合ってますよね、多分ドクの部屋だと思うんです。いろんな時計があって、でその中の1個がね、多分見えないと思うんですけど、右に緑色のネオン管の横に猫のね目が動く時計、あれバックトゥザフューチャー見て買ったんですけど、多分大小様々な時計があって、多分ねここら辺の壁がね寂しいんでね、ここら辺にどでかい時計をつけてやろうかなと思ってたんですけども、なんかね物を買おうと思った時に本当にそんな軽い気持ちで時計買っちゃっていいのかなみたいな、ちょっとこう逡巡が起きてですね、今日は買わなかったんですが、これねもしかしてもう一回ね IKEA に行ったら売り切れになってたら、前回買っとけよかったっていうループに入っちゃうんで、これあれなんですよね、逃した魚はでかいみたいな気持ちにちょっとなっちゃうんですよね。コメントありがとうございます。本当皆さんめちゃめちゃコメント嬉しいんで、こんにちはとか見てますよとかっていうだけで嬉しいです。ありがとうございます。いつもディグクラシックさん、いつも見てますよ。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ディグクラシックさんがニュージャックスイングフリークです。ぜひお聞きしたいです。ぜひぜひお願いします。今もねニュージャックスイングっていうのは何年だろう、1989年ぐらいからテディ・ライリーっていう人が発明した音楽なんですけど、僕は CD いっぱいユニバーサルとかいろんなレコード会社からニュージャックスイングのコンピの CD 出して、で7月11日もね渋谷のバウンスで毎月 DJ してるんですけども、思い出せなんだっけ、すごいニュージャックスイングで有名な DJ が来るんですよ。僕と一緒にやるんですよ。なんで名前いつもど忘れしちゃうんだろう。その方がいらっしゃるんで、よし思いっきりニュージャックスイング流すぞと思ってるんですよ。だからニュージャックスイング大好きな人は7月11日よかったらバウンスに来てください。多分ね9時ぐらいに DJ するかな。1時間ぐらいか45分ぐらいやります。そんでね、矢部ゆうなちゃんっていうね女の子もその日 DJ するし、
なんで今名前が飛んじゃったんだろう。いつもね名前が飛んじゃうんですけど、非常に有名な人もやるんで、その人へ向けてのラブレターっていうかね、ちょっとね、メジャーなニュージャックスイング、要するにガイとかボビー・ブラウン、あとベビーフェイスがプロデュースしたキャリン・ホワイトとかザ・ボーイズとかも書きますけども、もうちょっとレアなね、これ知っとんのかいって感じのニュージャックスイングも、かなり僕レアニュージャックスイングを、収集してますんで、思いっきり7月11日をかけたいと思ってます。あとね、とある地方の方で、ニュージャックスイングをかけてくれませんかっていうリクエストが来たんでね、今ちょっと悩んでるんですけど、多分ねお願いすると思いますんで。BGM、 今日いろんな BGM いつもの1曲だけじゃなくて、どうですかこれ、こういう BGM をね、この YouTube ライブでねプレイリスト作ってあるんですよ、9曲ぐらい。いいなこの曲、こういうのかけながら喋りたいと思っていたんで、全部ね著作権フリーの曲だけを探して、YouTube ライブ用にもう何ヶ月も前からコンパイルしてあるんですけども、ついにこれをかけて、そして、カメラはソニー α7C2、手話の MV7 プラスマイク、そして IKEA で買ってきたこの可愛いライト、かなり理想に近づいてきてるんですけども、7月11日に、DJ もしますけども Amazon プライムセールが始まりますんで、前回お話しした ATEM mini Pro っていう、スイッチャーっていうのを買って、上からの画像も今度から、YouTube ライブで配信できるようにして、この正面からのカメラだけじゃなくて真上からも撮って、イラスト各コーナー作ります、このサンタスティック TV ライブで。それから iPad に映ってる画面も3カメに入れて、そして今 Nintendo Switch 2が買えないんで買えないんで、Nintendo Switch でも有機 EL ですよ関係ないですけど、で、1年ぐらい前からほっぽっちゃって難しいところで止まっちゃっているゼルダの伝説 Tears of the Kingdom、 通称ティアキンをプレイしようかなと思ってるんです。っていうのは、昨日かな、久々にスイッチの電源入れて、もうどこで充電するのかも分かんなくなるぐらいになっていたんですけども、それをやってティアキンを開いたら、もう全然操作ボタンが分かんないんですよね。なんかもう僕の仲間、僕の戦いを助けてくれる仲間が3人ぐらい周りにいるんですけど、水のせいみたいなのがいたりとかして、水で体をコーティングしてくれたりとかするんだけども、それがありがとうございます。もう全然どのボタンが自分の仲間を動かすボタンか A ボタンだったっけな、もう全部忘れちゃってるんですけども、実はティアキンの前のブレスオブザワイルドも実は6年ぐらい放置してたのを、6年ぶりに6年後に再開したらエンディングまでいけたんで、今回1年のブランクしかないんで、ティアキンもスイッチ2が買えないんであれば、よしティアキンやるぞと思ってるんですよね。ユーラブさん、いつもありがとうございます。ディグクラシックさん、ありがとうございます。それでね、本当に暑く蒸し暑い夏来ましたね、思いっきり。で、私はね50代後半なんですよ。で、例えばね、20代の頃にヒップホップカルチャーにやられて、b ボーイでありたいっていうスタンスでですね生きてきたんですけど、これね b ボーイの末路っていうかね、年取るとね b ボーイがおじいさんになってくるとですね、もうどんどんレジェンドの日本人のラッパーとかも今おじいさん化してきてるんですよね。で、私も、人のこと言えたもんじゃないんですけども、こういったねニューエラの野球帽をかぶったりとかね、スニーカー履いたりだとか短パン履いていてですね、顔の中がおじいさんっていうこういう怪現象が起きてるんですけども、TPO に合わせて人と会うときにユニクロっての便利なんですよね。こういうこういうトラックがちょっとこれでフリースタイルできて、でもそんな恥ずかしいことをして後で見るのバカみたいこれちょっと
このトラックがフリースタイルを誘発するんですよね。僕がラッパーだったら本当24小節のこの旅に出かけるようなこのマイクに乗っかって頭から思いつくフリースタイルのライムをドロップしたいなと思ってるしてるんですけど、できないんでね、もうしませんけども。でユニクロはいいんですよ。だからユニクロは安くって無地の T シャツもあるし、夏場涼しいシリーズもあるしいいんですけども、本当に日本中今ユニクロになってるんで、かぶっちゃう可能性があるんですよね、人と会う時に。いいんですけど、無地だからかぶってもそんなに恥ずかしくないんですけども、ただちょっとツイストを効かして無印良品という手もあるんですよ。でもちろん無印良品もめちゃめちゃメジャーなんでいいんですけども、無地のさらにちょっとレアなラインで無地ラボっていうのがあるんで、それが新宿だと映画を見る新宿のどこでしたっけ、伊勢丹のところにあったりだとか、銀座にあったりだとか、渋谷とか原宿の方の無地に行くと無地ラボっていう日本全国で数店舗にしかない、ちょっとスペシャルなラインがあって、そこのね、セレクトで選ぶとさらに人と被らないんじゃないかと思って、一応ウェブでね今年の無地ラボの夏のラインナップ調べたんですけど、ちょっとねよく分かんなかったんで、結局普通の無印良品に行って風を通すシリーズ、ロングパンツ、それと短パン、ショートスリーブスなんだショーパン、それとねキャップも同じ素材でね買ったらね、例えばライトあるところにそういうキャップとか照らすともう透けちゃうぐらい薄い素材でできてるんですけど、今日初めて履いてみたら快適でしたね。でね、もう50過ぎるとね、ずっと夏場も短パンじゃまずいっていうシチュエーションがあるんで、今度ロングパンツを試そうと思ってるんですけども、一周したな。これいつも聞く BGM だな。そんな感じのちょっと大人っぽいスタイルで、結局ね全身黒みたいなのが無難だったりするんですよね。ただその無難な中にちょっと自分はユニークな人間だぞっていう感じを見せたかったりもするんですよね。ただ例えばニューヨークのグラフィティアーティストのカウズなんかは、ある時期からずっと黒いですよね。あれスティーブ・ジョブズスタイルっていうか、スティーブ・ジョブズは生きてる時はそのニューエラの何番だかわかんないけどスニーカー履いて、デニムはどこどこのあれ履いて、T シャツとかなんかとっくりがついたセーターとかで過ごしてましたよね。だから多分ねそれはもう考えることが多いんで、それだったらもういつも毎日同じ服にしちゃえっていうスタイルっていうのは一種効率的なんですよね。さあどんな感じだろう。皆さん日曜日の夜にご覧いただいてありがとうございます。ついにねやりたかったスタイルに近づいてきました。このライトがちょっといいでしょ。でね、前回か前々回がね東京トライブ2の回のねソフビをここら辺に置いちゃったらね、そのカメラ、ソニーのカメラが高性能なんで、この回のソフビもね人間の顔だと認識しちゃってね、こっちにピントがあったり俺にピントがあったり、こう行ったり来たりのね非常にちょっとチャカチャカした映像に前半になっちゃったんで、大変申し訳ございませんでした。さあコメント1個読んでから、昨日かな見てきたでっち上げ、三池崇史監督最新作、これ面白かったんでその話をたっぷりしていきたいと思ってるんですけども、群馬ボーイさんいつもありがとうございます。年を取ると下半身が貧相になってきて短パン気恥ずかしくなりますよね。なるほど。いや僕とかちょっと太ってる系なんで、どうなってんだろう下半身が。なんかもう自分の見た目っていうのがどうでもいいようなどうでもよくないような、ある程度ね
決めたスタイリングがあるとシーズンごとに写真撮って、一応ストックしといて自分の日記みたいなの毎日つけてるんで、それにアップしとくと、去年このカーキ色で上から下まで揃えてたなとかあるんですよ。1年のなんつうの、今年の夏は茶色で揃えようっていうのが思い出して、もう本当にね半年経ったぐらいで忘れちゃうんでね。写真撮るのも、ただその自分の自撮りをした写真をおじさんである僕がインスタグラムに載っけるかっていう、またその逡巡があったりするんですよね。ただグラビアアイドルとか、女の子で可愛らしい方とかはどんどんやっぱり自撮りをアップしていただきたいですよね。それが見たくってあなたをフォローしてんだからっていう気持ちになるんですけど、だからもちろん人によってはね、自分ばっかり写してナルシストとね揶揄する人いるかもしれないですけど、やっぱりね全然ご自分が映らないインスタのアカウントもあるじゃないですか。それはそれでいいんですけども、やっぱりどんな人なのかなっていうのを遡ってみたくなりますよね。デスワンさんお疲れ様です。ありがとうございます。ではですね、昨日、公開してから1週間ぐらい経ったのかな、でっち上げ。先週は、F1 を見に行こうっていうセレクトをいたしまして、ただ僕は懺悔っていう漫画描いてるんで、やっぱこの2003年に博多市で起きた実在の事件、でっち上げってご存知ですか？これね、オチまで言わない方が面白いと思うんで、っていうのはこのでっち上げって映画の予告見ると、柴咲コウさんがお母さん、小学生の息子を持つお母さん役で、その小学校の担任の先生が綾野剛さんなんですよ。で予告編の方では柴咲コウさんのママの目線での裁判所での供述は非常に怖いいじめ教師なんですよ。このでっち上げっていうタイトルは、でっち上げ殺人教師と呼ばれた男、6月27日金曜日公開なんですけども、要するに自分の息子が自分の小学校の担任教師にいじめにあって、しかもその担任の先生はですね、お前死に方教えてやろうかとか、お前はアメリカ人の血が入ってるからお前の血は汚れてるとか散々いじめられて、しかもピノキオっていう罰で耳を持ち上げられて耳がちぎれそうになって耳から血が出てたりとかしてるってことを柴咲コウが学校の校長先生に話しに来るんですよね。でその校長先生を演じてるのが三石健さんと、あとね、今回メモったんですよね、役者さんの名前ちゃんと言おうと思って、大倉浩二さんだったっけな。その2人がね、本当にね嫌な校長先生とね嫌な教頭なんですよ。三石健さんが校長先生で、大倉浩二さんが教頭先生でね、でその柴咲コウさんの旦那さんがね、迫田優光也さんっていう人かな。この人、迫田光也さんっていう役者さんも普段白いんですけど、役柄上非常に日焼けしてね目だけがギラッと光ってるんですけど、この3人が本当に嫌な大人のメカニズムを出していてですね、どんどん綾野浩二さんが、追い込まれていくって映画なんですけども、怪物っていう映画に結構構図が似てるんでね、もう一回ね Amazon プライムとかでね怪物も見直そうと思ってるんですけど、多分ね怪物も同じ実在の事件を下敷きにしてると思うんで似ちゃってると思うんですよね。で予告編の方では綾野浩二さんの今度、心象風景っていうの全く違うんですよ。同じ授業参観の様子を今度綾野剛バージョンのポイントオブビュー視座で描くとですね、非常にポライトっていうかね、丁寧な男なんですよね。で果たして真実はどっちだったのかっていう、真実は藪の中みたいな感じで、実は綾野剛さんのこの今回の仮名なんですけど、役名が藪下さんっていう人なんですよね。でまたその文春、もちろん映画では名前では中では名前変えてあるんですけども、文春の記者がねどんどん煽っていくんですよね、この事件を。
それをね亀梨さんが演じてるんですけどね、ちょっとね色眼鏡かけててね、サングラスかけて嫌なねマスコミなんですよ。でそのどんどん忘れちゃう。三池崇史監督と亀梨さんといえば怪物の木こりみたいな映画を去年かなんかやったんです。それはねいまいちだったんですよね。ごめんなさい本当に。だからねこのチャンネルでもちょっと申し上げたと思うんですけど、三池監督ってめっちゃすごい時とどうでしょうっていう時に分かれるんで、もちろん人間なんでねいいと思うんですけども、でうわ三池さんすごいでしょっていうのトップがあれですよね、出てこないやばい、何でしたっけ、13人の資格でしたっけ、あれすごいですよね。スマップの五郎ちゃんだったっけな、すっごい嫌な殿様演じるんですけど、あれ強烈ですよね。めちゃめちゃすごいし、あと古い作品で言うとオーディションっていう映画も全世界でね三池クレイジーって言われてるんですよね。だから何遍かね、実は三池監督が隣人13号という僕の漫画を撮るはずだったって話をここのチャンネルでしてるんですけども、もう一回しちゃいますけど、それで僕がねお断りしちゃって、その後三池さんが役者としてちょい役のシーンで映画に出てくれて、で僕がある町に引っ越した時に三池さんが結構うちの近く住んでたんで、まあ隣人13号が公開してから10年か20、10年以上経ってからふと家の近くで三池監督にお会いして、もういろんなことが水に流れたかなと思って、三池監督ご無沙汰しております、隣人13号の作者の井上サンタですって言ったら、最初仲良く話してくれたんですけど、チクリとね、でも映画断っちゃったじゃないって、君でももっといい監督使ったねみたいな、ちょっとこうペイソスアイロニーこもったようなこと言われたんですけど、本当にね三池さんの面白い映画を見るたびにすいませんっていう、もちろん隣人13号はね井上康雄監督で素晴らしい作品になったんでねいいんですけども、もう一個ね三池監督は僕の友達のね殺し屋一っていう漫画を描いたね山本秀夫くんの作品を撮ったってこともね、若い頃はねちょっとライバル意識があってね、三池監督殺し屋一撮られたんだったら同じ監督ちょっと嫌だなっていう気持ちもねこうやって年取ったらちょっとトロさせてくださいっていう、トロナイトでございます。心 S さん、サンタさんの語り非常に聞きやすいです。ありがとうございます。なんでこのライトが読みにくそうだ。前田秀夫さんこんばんは。こういう胸クソ映画大好きです。いや本当にね、僕もね懺悔っていうのは胸クソ漫画の頂点目指したいってことでやってますし、でっち上げもねここ最近ねなんつうの面白い映画がなかなかなくって、僕は映画インポなんじゃないかみたいな話してたんですけども、日本映画のねドールハウス先々週見てめちゃめちゃ面白かったし、今回のでっち上げももうほんと飽きることなく最後まで見れて、これ面白かったですね。役者がすごいんですよみんな。北村一輝さんも、敵って言ったらなんですけど柴咲コーチームの弁護団についてるし、実際に起きた事件って弁護団がね550人もついて550対2人になったらしいんですけど、この映画の主人公は2人いるって言われてるんですけど、一応その綾野剛さんの方の弁護士をしてくれるのがですね小林薫さんが演じてる弁護士なんですよ。で映画の前半でねちらっとね小林薫さんが映るシーンがあるんですよ。あれ今小林薫さん映ったなと思った時に非常な安心感があったんですよね。っていうのは僕深夜食堂っていうこれテレ東の深夜で始まっていて、その後ネットフリックスでも全部見られるんですけども、僕漫画も買ったんですから、安倍野郎さんという人が書かれた原作も素晴らしいんですけども、小林薫さんがずっと演じてる、深夜食堂っていうシリーズがねなんかね心落ち着くね大人のドラマなんですよ。深夜に見るのバッチリで、深夜食堂っていう
新宿の歌舞伎町あたりにある夜中から開いてる食堂の亭主を小林薫さんが演じてるんですけどね、もう多分元筋もんだったんじゃないかっていう感じの顔に傷がある男なんですけど、そのね深夜にちょっと訳ありのお客さんたちが集う中にね、一人ねちょっと前がボコッと出たね、おばさまのなんかちょっと色っぽい女優さん、色っぽいというか僕は好みなんですけど、そのね女優さんもね、あの児童の奥さん、お母さん役として出てくるんですけどもね、結構キーポイントですよね。で、綾野剛さんの奥さんを演じてるのがね、木村綾乃さんっていうんだっけな。その人が良かったですね。もう本当にマスコミが日本中がこの綾野剛さんを叩いちゃって、もう殺人教師、初めての教師が生徒をいじめたっていう事例でね、もう本当に日本中から叩かれちゃって、綾野剛さんが自分の奥さんにね、木村綾乃さんとお読みするのかなに、もう離婚しようよっていうシーンがあるんですけど、その時のね木村綾乃さんのね反応にね泣かされるんですよね。本当にねちょっとグッとくるシーンなんでね、映画館行かれる方はチェックしてください。で、この映画見て思ったのはね、やっぱり我々って今 SNS とかもありますけども、テレビを見たりだとか週刊誌を読んだりとかして、あの女優が不倫したとか、あの元ジャニーズタレントがパワハラを働いたとか、MC をいっぱいやっていたジャニーズタレントが、キー局のアナウンサーをなんかひどいことしちゃったんでお休みしてるとかっていう全てのことって我々部外者じゃないじゃないですか。でしかもなんかたくさん情報が流れると、もう間違いなくこいつパワハラしてんなとか、ひでえ人間だなとか、トイレでなんだ1万円投げ捨てて不倫したのかひでえなこいつとか、これどこまでが本当でどこまでが虚偽か分かんないけど、どっかでもうみんながまことしやかに言ってると、こいつ二度と芸能界戻ってくんなみたいなそういう論調になっていっちゃって、なんて言うんですかね、もう無理ですよね。例えば、ちょっと待ってよっていうの、世界の小沢さんとかも、セカオワの小沢さんとかも、セカオワっておかしいか、お笑いのね小沢さんとかも若い頃さサル T シャツ着てくれていたんで、多分僕の漫画の読者だったと思うんですけども、いい感じで YouTube やられていたし、あの人なんか本当に悪いことしたのかな。でも全然小沢さん戻ってこないし、いろんなここのところそのタレントさん芸人さんがなんかさらされちゃって戻ってこれなくなっちゃってますよね。このね BGM がねエモいんですよね。結構好きな BGM なんですけど、ちゃんと聞こえてるかもう一回チェックさせてください。あれ、おい頑張れ、よし、こうだ。あ、出てる出てますね。音出てるかどうなんだ。よしよし。さあ本当に皆さんどんどんコメントがあったらありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。コメントを読ませていただきます。前田さんがね深夜食堂大好きです。主題歌がまたいいんですよねって前田さんがおっしゃって、本当ずーっとシリーズが変わっていってもオープニングと新宿のね高架下を通っていって、高架下通っていって、なんだろう主題歌なんか悲しいんですよね。だからね YouTube もね若い YouTuber がやってる感じも好きなんだけど、やっぱりね落ち着いた大人のねなんかコーヒー入れるだけのね YouTube とかね、古民家を買い取ってね改装していくだけのなんかこう鎌倉あたり映る、小田原あたり映るとか、伊豆高原ではなく伊豆あたりの YouTube とかもねいいんですけど、結構ね YouTuber ってやめてっちゃうんですよね。虫さんこんばんは。サンタさんお疲れ様です。深夜食堂いいですよね。小林薫さん最高。本当にね小林薫さんがでっち上げに出てきた時に
先ほども話したようにものすごい安心感があって、で本格的に物語に参画するまでに結構ね30分以上あるんですよね。で映画の後半もね、もう一人ね、小学校の教諭のなんていうの実習生みたいな女性が出てくるんですけど、その人が事件を見ていたっていう細やかなシーンがあるんですけど、そこのね伏線回収をねなんでしてないんだろうっていうのもね、映画見た人とシェアしたいんですけど、今日はねちょっとネタバレにならない程度に、このでっち上げの話をしたいんですけども、とにかく本音で話す私がですね、このでっち上げはね面白かったです。キャップがぶつかっちゃうな。小林薫の登場、柴咲コウがね、多分ね他の方がおっしゃってたんだけどね、劇中一回も瞬きしないんですよね。でものすごい美人じゃないですか、柴咲さんって。怖いんですよ柴咲さんね。なんか怖いんですよね。ちょっと一発やりたいことエコー聞かせてさせてください。ちょっと簡単にエコーできたらいいのにね。どこだっけな、ここか。こんなに時間かかっちゃダメだな。柴咲コウが怖いんです。いや本当にね、映画でっち上げのね柴咲コウさんが怖いんです。もうちょっと方法論勉強しますこんなにリバーブに時間かかってたら、昨日ねサカナクションの山口一郎さんのこういう YouTube ライブ見てたら、なんかボタンポチッと押してスパチャありがとうみたいなのをリバーブかけてましたね。やっぱミュージシャンだからなんかこうスイッチャーみたいなの持ってんのかな。小森優さんこんばんは。小林薫さんよかったですね。あ、そうか、小森さん飛ばしてたらごめんねさっき。ウータンさんワンバンコこんばんは虫さん、デスクのライトレトロポップでいい感じですね。どこのメーカーのライトですか？これはね、実は番組の前半で話したんですけど、今日 IKEA に行ってきてね買ってきました。これね確かね2000円しないです。1700円ぐらいです。であとねもう一個ね面白いね電球買ってきてね、ちょっと中が光るタイプのやつ。ここの後ろにある2つのライトね、これはねあれですよ、ダイソーがなんかおしゃれなラインやってんの知ってます？ダイソーが、ダイソーのプロダクトじゃなんとかっていうラインがあるんですけど、そこがうちの近くのダイソーも半分ぐらいこのおしゃれラインになっちゃっていいんですよね。だから500円ぐらいで買えるライトかな。これ電球、おしゃれな電球を2つつけました。いや2つだ、合ってるわ3つかなと思ったんだけど、小森優さんネタバレトークいやどうしましょうね。皆さんでも気にせず書いてください。なんだろう、皆さん嫌だったら読まないように注意していただいて、ある程度ねシェアもしたいし、全員映画を見てるっていう映画もないでしょうし、ネタバレトークは難しいですね。今日ね話したいことメモってきたんでちょっと読んじゃいますね。どこまで話したっけなと。だからね東映の映画なんですよ、でっち上げって。東宝の映画を最近よく見てたけど、東映の海のマーク久々に三角マーク見たなとかって思って、でその三石健さんと大倉浩二さんが校長先生教頭先生やってて、この人たちがね結局巨悪の根源なんですよ
多分この人が一番悪いと思う。で、柴咲コウさんの旦那役を演じた迫田さんとかね、この3人がもう最悪に怖いんですけど、東映の YouTube チャンネルでこの3人がね和やかにトークしてんのがね今日アップされていてね、見たらめっちゃやっぱ役者だから本人たちはいい人たちなんですよ。それ見てねやっぱ役者ってすげえなと思っちゃって、あとよくお話しする R&B ライターの林剛さんがAI って今すごいじゃないですか。AI の動画もすごいし AI の写真もすごいし AI 生成で音楽も作っちゃったりとかしていて、で例えば林さんがご覧になったのはなんか70年代風のソウルを AI で作って YouTube とかにアップロードしてる人がいるんですよ。で、普通にって言葉あんまり使いたくないけど普通にいい曲に聞こえちゃうんですよね。で僕がね最近発見したのは一個ね外国のアメリカ人がアップしてると思うんですけど、ちゃんとね架空のねブルーノートっていうね3人組の女の子でブルーの E がないんですけどね BLUNOTE でブルーノートでなんかカッコして1997年って書いてあるわけで、じゃあ1997年にこうガールズ R&B グループのブルーノートっていうのがいたんだなと聞いてみようと思ったらいい曲なんですよ。いい曲なのに聞いたことない曲なんで僕とかはまあまあぐらいですけど鬼のように詳しい人っているんですよ、その R&B に限らずですけど。でそういう DJ とか、林さんみたいなその R&B ジャーナリストがですねクラブ行ったりとかしてあるいはソウルバーに行ったりとかして知らない曲が流れていたりすると、あれ俺が知らない曲がしかも1997年の曲で聞いたことない曲なんかないはずなんだけどっていう人はあんまりいないけど、でも大概の曲は網羅してるはずだと思ってシャザムしてみるとシャザムにも出てこない、なんだこれはと思うと AI なんですよね。であともう一個アンリとかが活躍したレイト 80s っていうか80年代後半から2000年代ぐらいまでのそのいわゆる今最近で言われてるシティポップって言われてる、山下達郎とか竹内まりやとか有名すぎますけども、もちろんその山下さんみたいになれなかった人たちが今全世界でシティポップっていう潮流で再評価されてるじゃないですか。でそういった感じのね古いプロモーションビデオも作って AI で楽曲も作ってアルバム単位で楽曲もあって AI でアップして、しかもその楽曲をシャザムすると出てきて、で Spotify でもその楽曲をアップロードされていて、それをね俺今度 DJ でかけちゃおうかなと思ってるんですよね。これでも是非はどうなんでしょうね。だけど本当になんていうのかな、膨大な曲がある中で AI がじゃあ例えば89年ぐらいにアンリみたいなアンリ周りにいたような歌手で、ちょっとファンクフレーバーが入って R&B フレーバーが入ってる曲を作ってで、例えばボーカルは葛江陽子さんみたいにしてくださいとかって言うとできちゃうんじゃないかな。でそれを要するに本当に作ろうと思ったら膨大なお金かかるじゃないですか。スタジオ代からそのスタジオバンドのミュージシャン呼んでもう分かりますよね。でプロモーションビデオを作ろうと思ったらさらにお金もかかるし、全部が何分かでできちゃうんだったらこんなことこの世に起きていいのかな。で例えばね桑田佳祐さんの名前出さない方がいいけどものすごい大天才たちがやっぱり30年40年やってくるとなんかその人っぽい楽曲なんだけど昔ほど良くないなってことあるじゃないですか。本当に今桑田さんの名前出さない方が良かったんですけど、桑田さんは素晴らしいですよ。これフォローですけど、でそれは僕なんかもね、例えば隣人13号とか東京トライブの方が面白かったですよって言われたらショックですよ。ショッキングピンクですよだけど本当にもう出がらしのティーパックみたいに才能って枯渇低指名していくかもしれないですし、これは分かんないですよ。ただ AI の中にぶっ込んで、一番いいとこだけ抽出してってできちゃうの、これやばくないですか？イラストレーターもなくなっていっちゃうし、画家もいなくなっていっちゃうし、本当にこんなことでいいのかな？ちょっと怖いんですけど。
昔インターネットが出てきた時にどうなんだろうと思ってたけども、もうインターネットがない時代に戻れないじゃないですか。だからググるの先にもうチャピルね、チャット GPT を使うってなっていって、さらに Adobe フライとかいろんな、生成 AI が出てきてどうなっちゃうんでしょう。ちょっと考えると怖いんですけど、魂が入ってないじゃないか曲にって今のうち言えますけど、そこそこいい曲なんですよね。魂とかって何なんだろうっていう一番形のないものなんで。でもこれね、この先あの 3D プリンターみたいなもので、例えば食べ物も作れるようになっちゃったら怖くないですか？テレビで三つ星レストランとか、ピザーラの CM とか見たら、なんかこうものすごい AI 機能搭載の電子レンジみたいなものに、今テレビで見たピザーラとコカ・コーラを作ってっつって言って3分くらいでチーンってこう何にも素材がないところから AI の食べ物が出てきたら、最初のうちはさすがに口の中に入れるものは嫌だよとかってなるんだけども、いや、いろんな人が5年間 AI の食べ物を食べてるけど全く無害ですってなったら、最近俺 AI で作ったもの食べちゃってんだよねってなっちゃったりしません？でその先に AI セックスとか出てきたら、もう奥さんもいらない、旦那さんもいらないっていうことになったりしませんでしょうか？あと AI のお金とかAI のマンションとか全部 AI で、働かなくていい、ご飯食べなくていい、運動しなくていい、 AI でしかも体作れちゃって、痩せたいと思ったら AI ボディをゲットするとか、ちょっとだってちょっと前まで考えられなかったじゃないですか、曲を作るとか。いや、絵を描くとかジブリ風にしてとかね、昔はそういったものがあったけど、やっぱりロボットっていうかコンピューターが作ると下手くそだねってなってたのが、どんどんおかしくなくなってきてるんですよね。お、やばい。ちょっと待ってください。充電しとけって話なんですけども、前田秀夫さん、エコー面白かったです。そういうこと言うともう一回やっちゃうんでね、気をつけてください。この前ね、エコーばっかりかけちゃってね、ちょっとしつこかったですね。後で俺が見てもしつこかったんで。小森優さん、なんだろう、罪人たちも B 全開で最高でした。次回ぜひ紹介してください。罪人たちはね、多分ね、前々回ぐらいでね、語ってますね。よかったらアーカイブに書いとかなきゃね。書いてあるかな。で、一個リバーブって言えば、電子タバコの CM で、ブルームってのがあるじゃないですか。ブルームオーラってのがあるんですけど、あれに石野卓球さんが出てるのに誰も騒がないなと思って、X に書いといたって話を前々回したと思うんですよね。結構この音大きいね。まあ楽曲によってはちょっと BGM 大きくなっちゃったりするのごめんなさいなんですけど、で、そのプルームっていう CM の時のプルームの言い方がプルームっていうなんかこう今っぽいイントネーションだって、それにね俺リバーブかけたかったんで、やらしてくんにっていう、やらしてくんにっていうのはこれジブラの言い方なんですけど、ちょっとリバーブかけて、なんだっけプルームだ、プルーム言います。プルームオーラ、いやオーラじゃなかったなどうってことなかったですね。じゃあ今夜も始めましょう。井上サンタのオールライトニッポン。これやりたいだけなんですよね。やりたいだけのことをやってしまうっていうね。すいません。やりたいことって言ったら、今度はちょっと関西方面行くんですけど、僕ね、
関西弁大好きなんですよ。めっちゃリスペクトしてるんですけど、これ何遍もこのサンタスティック TV で話してきたんですけども、あのねあのね関西の人に関東から来た人間があのね偽の関西弁喋っちゃうと、こっちは合わせてるつもりでも絶対に変な関西弁なんですよ。ネイティブじゃないんで。で多分ね、友達なんでみんな許してくれてんだけど、実際はイリッとしてると思うんですよね。だからね、俺ね、どうしてもね、島田紳介さんとダウンタウンの松本さんとか、そういった松新とかね、放送室っていうラジオが好きだったんでね、もう関西弁をね喋ってる人がいるとね、つられてそのイントネーションでね真似したくなってきちゃうんですよね。であかんあかんと思うんですけど、で、たまに褒めてくれる人いるんですよ。いやサンタさん関西弁うまい方ですよとかって言ってくれるんで、調子に乗っちゃって喋るとね、でたまに例えばここで喋ったの録音したりとかして後で聞くとね、そんなにやっぱ上手くないんだなと思って、で多分ね、でも、この話も何遍もしてますけど、英語を覚えようと思ったら、例えばアメリカ行ったら英語を話してる人のYou know what I'm saying? とかって言ってたら何言ってるか分かんなくても You know what I'm saying? って真似してみるBGM が引っ張られちゃいますね。それがなんかその英語を覚える一つの早道、横道世之助っていうか早道だと思うんですよね。だから関西弁も面白いですよ。同じ日本人でも言うてもネイティブになられへんっていうのは、同じ日本語でもやっぱ自分ちゃうでって、ちょいちょいちゃうでって言われちゃうんですよね。でそれをこのもうずーっと多分熱心にサンタスティック TV 見てる人どれぐらいいるか分かんないですけど、笑福亭鶴瓶さんみたいな人が楽屋にいる時のなんかね、関西弁っていうのが一番ネイティブに近づくんじゃないかと思っていて、あんなおしべが上でな、めしべが下な、ほんなもんめちゃ簡単やねん。やめときましょうね。なんかダメですね。いい BGM があるから喋んなくても大丈夫ですね、若干。皆さんコメントがあったらどんどんよろしくお願いします。さあ、あとなんか書いてあることあるかな。だからね、さっき AI の話しましたけど、自分もいっぱい本読むし、今そのミステリー作ろうとしてるんでミステリーの本も読むし、ミステリーとか犯罪系の映画もいっぱい見るんでね、昨日ね Amazon プライムでね、木村拓哉さんとニノさん主演の検察側の罪人という映画をね、原田雅人監督が撮られていて、何かが評判なんで見に行ったんですけど、見に行った、家で見たんですけど、なかなかねいい映画の気配を出していて、もう演技も皆さん面白いし、実りの多い映画なんでしょうけど、何が行われてるかがよくわかんないんですよね。まず第一に検察官っていうのが何をするのかがわかんないんですよ。警察官とは違うんですよね。で検事とかそういうのもわかんないし、加賀検事と違うんだろうなっていうのは分かってるんですけど、刑事とも違うのかな。なんか裁判があった時にその事の信憑性とか事件現場とかを検察官が一応チェックする係なのかな。でも途中からね、木村拓哉さんがね、何か犯罪に加担していくんですよ、検察側なのに。でね、一個ね、ネタバレにならないと思いながら喋りたいんですけど、
一番偉い検察官が木村拓哉さんで、それの下についてるのがニノなんですけど、ニノの下にアルバイトみたいな、そのなんかインターンみたいに入ってきたのがあの人なんですよ。なんとかゆり子ですっていう、何でしたっけ、早いって人めっちゃ早いっていう、何ゆり子でしたっけ、あの人。わかりますよね、ここまで言うと。光回線早いっていう人。その人が、なんでさ、この YouTube で語ってると名前が出てこないんだろう。何ゆり子だろう、あの人。やべえな。まあ、その人がね、ニノの部屋に行ってね、ファーストキスは女の方からしたいのって言ってニノにチュッとするんですよ。そしたらニノがね、セカンドキスはって聞いたら、そのゆり子がね、セカンドキスは男性主導でお任せしたいわって言って、バーンってシーンが変わって押し倒してんですよ。で、気づくとことが終わっていて、なんか2人が汗ばんそこのシーンがね、検察側の罪人っていう映画の、もうずーっと終始ちょっとこうキャラクターたちが何やってんのかが分かんなかったんだけど、そこだけはすごく意味が分かりましたね本当にしょうもないですね。そう、ありがとう吉高さん、吉高由里子さん、ありがとうございます。吉高由里子さんってやっぱ魔性の女だっていう話を何遍か人生の中で聞いたことあるんですけど、ある有名な歌手がさ、一時期吉高さんと話題になって、で、ベタ惚れしちゃったんでしょうね。その男性を沼らせるパワーが吉高さんにあると思うんですけども、知らないですよさっきでっち上げの話してたけど、僕はお会いしたこともないし知らないですけども、ちなみにこの沼った男性の方は僕一回飲んだことあるんですよねみたいな自慢話はいいんですけど、しょうがないね本当に。で、その男の人が吉高さんに一方的に広い振られ方をしたのかと思ったのか、失恋ソングを作ったんだけど、その歌すごいね、ファンの間じゃ有名だけど、バカ野郎みたいな感じで、この野郎みたいな、もう好きじゃねえよこの魔女みたいな感じの歌ですけど、あれいいね。めめしくっていいなっていうのは、めめしいっていうのは男性のために使う言葉なんですよね。女性でめめしい人っていないんで、その昭和の頃って演歌が今以上に流行っていて、ザ・ベストテンとか夜のヒットスタジオとか家族で見てたもんなんですけど、角川博さんとかが出てきてね、男性の演歌歌手なんだけども女の気持ちっていう歌を歌ったりとかして、その曲を作詞したのも男性の作詞家だったりとかして、男性にとって都合のいい女性像がね、演歌歌手のね、本当にスムーズーなね声でね歌われていてね、今ね、今日ちょっと用事があって新横浜の駅行ったんですけど、ちょっと新横浜の裏口で車止めてる時に、角川博さんの女の気持ちが流れてきてね、ついつい聞き入ってしまったんですけども、80年代僕が20代だった頃にジョニー・ギルとかね、今名前出てこないですけど、ブラコンっていうブームがあったんですよ。で、その後アレクサンダー・オニールとかね、いろんな歌手が出てきたんですけども、そのことについて、ジーン・ライスとかいろんないい歌手がいるんですけど、松尾清さんっていう僕のお友達がいい本を作ったんで、その特集をいつかしたいと思ってるんですけども、多分ね、角川博とかってね、やっぱ今聞くと R&B 歌手なんですよね。本当にスムースアズ F って感じで。で、なんだろう、いや今日はね、何回か止まってしまった MacBook じゃなくてね、仕事用のパソコンにね OBS っていうのがねバージョンアップ7月に入ってからしたんでね、多分この YouTube は止まらないと思うんですけども、そうだ、任天堂スイッチ2皆さん買いたくないですか？なんか噂によると任天堂がとにかく転売ヤーを憎んでいて、
転売ヤーって品薄、みんなが欲しがるもんだけど市場にないんで、転売ヤーが買い占めて値段を上げて、要するにアマゾンだとかいろんなメルカリだとかで売るっていうことで、それ転売ヤー対策をかなり今回、やってるじゃないですか。アマゾンじゃなくて任天堂が。だけどかなり工場で任天堂は作ったと思うんですけど、今んとこないですね。で、僕ね、近所の野島に行ったらね、何遍か聞いたんだけど、野島のアプリで申し込めやって、この嫌な言い方じゃないんですけど言われて、もうなんでやねんって話を大阪弁使っちゃったけど、なんでですのって、また使っちゃった、っていう話をここでも語りましたけども、店頭に来てるお客様を大事に、店頭でも揉めるからじゃあアプリにしようってことにしたと思うんですけど、この前ね、もう執着をなくそうと思って、もういいや、任天堂スイッチのことちょっと忘れようと思って、映画を見る前に映画館の向かいに野島があったんでね、行ってきたらね、野島にポップが立っていて、店頭販売分入荷中って書いてあるんですよ。これが噂の店頭入荷分だと思って、野島のレジの女性に聞いたら分かんないって言うんですよ。どないやねんと思って、もうどないやキャリー出てくるでと思ってごめんなさいね、関西の方。もうどないやねえへんと思って、ちょっと係の方呼びますっつって、もう5分ぐらい待たされて、じゃあ映画始まってまうんやけどと思いながら待っていたら、係の人が来て、ちょっと任天堂スイッチの店頭入荷分があるってちょっとお聞きしたんですけどって聞いたら、いやないですよって言われて、もしかしてアプリで申し込むんですかって、そうですって言われて、何も変わってないじゃんと思って、一説によると2025年のクリスマスまでには、欲しい人全員に行き渡るはずだっていうニュースがあるんですが、本当ですかね。もうそろそろドンキーコング任天堂スイッチ2でやれるやつが出るのがやたらめったら面白そうなんですよね。で、ドンキーコング出すんだったらもうマリオ出してと思ったんだけども、ドンキーコングでしかできない破壊のアクションとかあるんですかね。それもやってみたいし、マリオカートもやってみたいし、困りましたね。任天堂スイッチ買われた方います？どうですか？なんかちょっと今度新幹線乗ることがあるんで、新幹線の中でもマリオカートとかやったら楽しいでしょうね。はい。いやー、11時14分でございます。そうだ。じゃあ、そろそろ、待って、任天堂スイッチ、久々にティアキンやったら操作忘れたって話もしたし、転売屋対策、検察側の罪人、黒い家っていうのも今オーディブルで読んでるし、黒い家もね、亡くなってしまった森田義満監督が、大竹しのぶさんとかでね、映画にしたんで、これもサブスクで見れるんで見ようと思ってます。あとね、本で言うとね、オーディブルになってないんで、文庫本で読んでるんですけど、出版禁止って本があってね、今絶賛読んでますね。出版禁止を大阪に行く前に読み終えて、新幹線の中じゃ全く新しい本を読みたいんだけど、本当に本を読むのが遅くって、どうしよう。今日映画を1本見る代わりに1時間くらい読書してみようかな。なかなかね、そういうことしたことないんですよね。さあ、今日はですね、映画館でもらってきたチラシを皆様とシェアしたいと思います。まず1枚目はですね、港の光っていう映画でございます。11月14日公開。港の光はね、藤井道人監督がね撮ってるんですけど、藤井道人監督って青春 18×2 でしたっけね、あれも面白かったし、新聞記者とかも面白かったし、あんまり好きじゃない映画も僕正直あるんですけども、今回ね、本当にポッポ屋とかも撮った大御所中の日本映画の大撮影監督木村大作さんがなんとカメラを回してるんでね、
で主演は舘ひろしさんでね、でこのロゴですよ、このフォントですよ。あ、すれちゃったごめんなさい。これだから古い映画のルックにあえてこの新しめの藤井道人が挑戦してるんで、いや藤井さんものすごいペースで映画撮られてるんで、これどうなんだろう、面白いのかな、気になります。てっぺんの向こうにあなたがいる、吉高じゃない吉永小百合さん。誰が撮ってんだろう、やばい、メガネかけてても暗すぎて見えないんでやばいですね。スイッチャーで今度も顔を映さなくても手元だけ映る風にしますわ。そしたら真上からこのチラシも映せるし、スイッチャーやっぱ買いたいな。どう思います？まあいいやこの話なんか Amazon プライムセールで皆さん買いたいもんあります？よかったらコメント欄に書き込んでください。あと見ようと思ってる映画についても皆さん語ってください。小森優さんが新作スパイダーマンはご覧に行かれますか？クリプトが可愛くて今から楽しみです。詳しいですね小森さん。クリプトってスーパーマンの予告に出てくる犬かしら。クリプトンはね石ですもんね。クリプトン星からスパイダーマンじゃない、スーパーマン来てるからスーパーマン楽しみにしてます。ジェームス・ガン監督最新作、予告見るとめちゃめちゃスパイダーマンなんでスパイダーマンって言うんだ、スーパーマンが面白そうなんで、はい、スーパーマンのチラシです。すべてのヒーローの原点にして頂点。ジェームス・ガン監督がスパイダーマンを作り直します。はい、小森さん楽しみにしております。皆様もどうぞ気軽にコメントしてやってください。お願いします。それから雪風、これどういう映画なんだ。こういう日本映画って多いですよね。こういうね、僕ね戦争映画あんまり実は惹かれないんですよ。でも、評判が高かったらまた行きたくなっちゃいますけどね。それからね、ジョン・ウィックのなんていうんですかっけ、スピンオフっていうんですかね、バレリーナの主演はアナ・デ・アルマス。アナデアルマス綺麗なんですよね。ジョン・ウィックのシリーズ面白いんで、面白そうだったら見に行っちゃおうかな。バレリーナ。それから遠い山並みの光、広瀬すずと二階堂ふみ、吉田羊陽さんですね。和尾石黒が原作で、石川圭さんはある男とか撮ってる人かな。石川圭監督好きなんでね。二階堂ふみさんも好きな女優なんで。ただこれちょっと和尾石黒の世界観なんで、ちょっと文学色が濃そうですね。前回もご紹介したチャオっていうアニメ、これも作画がなかなか可愛いんで、新しいチラシが上がってきましたけど、どうでしょうか。それからね、もう夏休みが来るんで、なんて書いたんだろうこれ、やべえな、メガネかけても見れないな。何の大地だろうこれ。いいか。ジュラシックワールド8月8日、全方位から襲い来る三大恐竜たち。やっぱどんどん CG のレベルが上がってきてるんで、一番最初のスティーブン・スピルバーグが作ったジュラシック・パークも度肝を抜かれましたけど、途中ね、いろんな監督が撮っちゃって面白くないジュラシック・パークやジュラシック・ワールドがありますけど、今回のねちょっと良さそうなんだよな。期待したいな。いい匂いがするんだよな。女優さんも綺麗な人出てるし、これいっぱい恐竜の名前書いてあるな。ケツァルコアトルス、モササウスティタノサウルス。僕の後ろに恐竜いるの見えます？恐竜好きなんですよ。これは行くね。 IMAX でバッチシの映画だといいな。
どっか AMAX に見に行きたいな。これあれだな、こうなった時にじゃあそろそろ絵のコーナー行きましょうっつって買っちゃおうかな。どんどんこの YouTube ライブを皆様に楽しんでいただきたくてですね、絵を描くコーナーも作れば、お前さん漫画家なんだから絵を描けっていうこともあるかもしれないし、いろんなね画風にトライしてみたいと思ってんですよ。全部喋ったな。群馬ボーイさん、初代ジュラシックパークは当時小学生でしたけど本当に度肝を抜かれました。大人も夢中になってましたね。本当なんですよね。今ちょっと思い出したけど、友達のデザイナーでスケシンくんという人がいて、スケシンがねよくね若い頃はね電話してきてくれたんですよね。でなんかねマイケル・クライトンという人の面白い小説買ったよとかって言ってて、それがねジュラシックパーク上下で出てるんでね、サンタ君も読みなよとかって言われてね、海外のねその SF 小説みたいなのね買うのちょっとなんか俺そういうの分かんないんだな、ジミーとかトムとかそういうのって思ったんだけども、しんちゃんがねせっかく勧めてくれるんで、もう帯にねなんかスティーブン・スピルバーグ映画化とかって書いてあったんで、ジュラシックパークを買ったら面白くってね、だから映画を制作中にジュラシックパークはね本買ってたんですよね。そっから考えるとどんどんジュラシックパークがジュラシックワールドになり、スピルバーグもなんか制作総指揮みたいになっちゃったけども、やっぱりスピルバーグとかが撮った方が面白いですよね。スピルバーグってやっぱジョーズ撮った監督だから、緊張感、あとインディアナ・ジョーンズとかもねスピルバーグですよね。面白いんですよね。いやー夏って意外と長いんですよね。暑いし外出るとバテるし、でも散歩したいし、1年の半分ぐらい夏っていう話をダウンタウンの松本さんがラジオでしてたかな。違うかな、半分冬って言ってたのかなもう真反対ですけど、小森さんがジュラシックシリーズ最新作スカーレット・ヨハンソン参戦で、そうジュラシックバーガー食べながら今から楽しみです。それだ、今日その話してたんだ。もうマックでやってます、ジュラシックバーガー。やばい、行かなきゃ。次回ジュラシックバーガー食べながらやりますか。たださ、食べたり飲んだりする YouTube たまに気持ち悪い時あるんだよね、くちゃくちゃ言ってて高弘8243、スケシンさんとは東京トライブ2のカバーデザインの方ですか。そうです。スケシンさんは僕の東京トライブ2のデザインとかもしてくれたんですけども、まあ一番有名なのはベーシングエイプのロゴを作った人ですよね。2号さんのデザインは全部しんちゃんがやってましたね。でファレルと、2号さんがやってるビリエナボーイズクラブも宇宙人のロゴを作った時にもしんちゃんに会ってたし、結構ね今世界のファッションがその裏原宿っていうところで生まれたムーブメントがかなりアリューっていうか、こう外側のなんかこうメインストリームじゃなかった裏原宿が今本当に2号さんも健三のディレクターっていうかそういうデザイナーになっていったりとかしていて、
藤原宏さんとかがねその音楽をパリコレでつけたりとかしている中で、今話したスケシンっていうのが本当にゴッドファーザーだと思うんですよね中核っていうか。だから本当に僕の世代の人たちがデザインでやってたことっていうのがアメリカに憧れていてね、やってたことが実はアメリカの方が彼らに憧れてきちゃったんですよね。すごいことになったと思って。で僕がアメリカ行った時も僕が連載していたそのブーンとかオーリーをね古本で向こうの LA のデザイナーたちがこぞって買ったりとかしていてね。でファッションの話で言うと一昨日ぐらいかな、原宿に行って実はコラボします。1個8月に発表です。ちょっとまだ言えないんですけど、ちょっとモデルっぽいこともしてきたんで、僕のインスタ見てください。でちょっとねいいコラボレーションですよ8月は。僕も嬉しいっていうかね、楽しみなコラボレーションがついにね発表できるんでね、もう洋服の世界ってあれなんですよ、もう何ヶ月も前にそのサンプル上がってるんだけど発表の時期が発表されてなくって、いつかなと思ったらついに8月にお披露目なんでね、前回の YouTube ライブでも話したと思うんですけど、あれなんですよね、ほらザ・ノンフィクションでやっていた下北沢古着戦争の続編がね YouTube のザ・ノンフィクションのチャンネルで見れますんでね、人たちがどうなったか気になる人見てください。めちゃめちゃ面白いんで。でそういったことにちょっとまつわるコラボなんでね、8月の私のインスタグラムで発表いたしますけども、なかなかファッションの世界にもいますよってことでお楽しみにしてください。前戸秀夫さんが、サンタさんは最近のブラックムービー事情にお詳しいですか？僕はねずっとブラックムービーを全部網羅したいと思っているんで、また動画作りますけどブラックムービー特集を。最近って言われるとやっぱりそれをブラックムービーに入れていいのか分かんないけど、シナーズ、罪人たちと書いて罪人たちと読ませるのかな、あれが一番最新のライアン・クーグラのブラックムービーですかね。でもシナーズまで来るともちろんブラックの歴史を扱ってるけども、ドブラックですけども、でもやっぱりその例えばタイリースが演じたウェッサイを舞台にしたベイビーボーイとかね、ああいうのをね日本で見て LA でもう一回見るとね、めちゃめちゃフッドだな、ネイバーフッドだなって感じがするんですよね。ちょっと逆に詳しい人がいたら勉強したいですね。GGYY さん、サンタさんと IKEA の照明、サンタさんと IKEA の照明お揃いでなんか嬉しい。GGY さん、小川屋さん、これお持ちですか？これいいですよね。最初黄色があったんだけど赤とブルーもあるってことが店舗を散歩してたら見つかって、でもやっぱり黄色にいたしました。群馬ボーイさん、バージル・アブローも裏腹大好きだったらしいですね。本当にバージル・アブローがこんなに早く亡くなってしまって残念ですね。本当にその世界のファッションモードの世界をその裏原宿とかストリートファッションとかヒップホップとかランディ MC とかそういった人たちがいわゆるアウトローでやってたことがメインカルチャーになっちゃうのが痛快ですよね。どうしてもこの帽子のつばがぶつかっちゃうけど後ろに向ける気にもしないのはこれファッションのせいですかね。本当にこれ横に向けてみるか。じゃあこう、そしたらぶつかんねえか。三宅島さん、古
古いベストヒット USA っぽい画面ですね。嬉しいですね。じゃあちょっと一発リバーブ聞かせますか。じゃあThe Best Hit USA。 どうだったでしょうか、三宅島さん楽しんでいただけましたでしょうかどうしようもないね、本当にかなりどうしようもないですけど、ちょっともう一回チェックしよう。聞こえてるかな。あ、いい感じで BGM 流れてる。嬉しい、嬉しすぎる。あざっす。さあ1時間ぐらい放送してきました。あ、三宅島さん喜んでいただけて嬉しいです。ありがとうございます。ということで今日は日曜日の夜なんですけど、皆様これからどうなされますかね。僕はどうしようかな。なんかお酒飲んじゃおうかな。なんか缶のレモンサワーみたいなの飲みながら、あと IKEA でねお酒買おうと思ったらあんまりお酒売ってなくて、なんかこうサイダーのなんかアップルタイザーみたいなやつ売ってたんですけど買ってきてね。で IKEA の国ってどこですか。わかんない。アムステルダムとかベルギーとかちょっとわかんないですけど、そこのオイルサーディンとかさ、IKEA のお会計出た外にその国のスナックが売ってるんですよね。だからポテトチップスもちょっと厚揚げっぽいやつも買ってきたし、それを食べながらジュースも飲みつつお酒も飲みつつ、怪物って映画をもう一回見直して、なんだっけ、でっち上げと比べてみたい気もするし、だけどね Amazon プライムでね面白い映画がいっぱい入ったんだよね。あとネットフリックスにもパクさんの高畑勲さんの戦争映画ね、あれがついにジブリが入ったんですよ、日本のネットフリックスに。お兄ちゃんと妹がね、悲しい戦争映画が入ったんですよ。それもあるし、あとね強行選挙僕映画館で見れなかったんで、Amazon プライムね今月の7月30日ぐらいに入るんですよね。であとね何だったっけな、なんか日本映画でねなんかビデオテープの怖いやつも入ったし、あとそうだ、韓国映画のベテランの2かな、あれを見ようと思ったんだよな。あれ面白そう、ちょっとだけ見て昨日ものすごい睡魔に襲われて寝ちゃったんですけど、ベテラン見ますね今夜ね。もう一本見れるかな。映画を見たら YouTube にまた戻って見たくなっちゃうんですよね。今日ね IKEA 歩いてたら、店内歩いてたら IKEA の店内って LA に住んでる時にもよく IKEA 行ってたんですけど、僕のね住んでた町はトーレンスって町なんでね、トーレンスの町の近くにねよくねカーソンっていう町があるんですよね。まあすぐなんですけど、で車でカーソンの、IKEA ってアメリカ人言うんですけど IKEA に行ってね、そんで今日ね港北の IKEA が横浜 IKEA になっちゃったんですけど、店内見てて、もしも車に乗って外出てカーソンになってたらどうしようと思っちゃったんですよね。なんか要するにそのタイムスリップじゃなくて横浜の IKEA からカーソンの IKEA が地続きになっていて、時空の歪みで LA についてたらそれはそれでLA 楽しみますけど、多分カズくんが LA にいるんで、カズくんに LINE して、いや俺 IKEA の横浜歩いてたらなんや知らんけどなんかカーソンでついて待ったんやんけど、ちょっと今足もないしちょっとめっちゃ悪いねんけど、ちょっとカーソンの IKEA 来てくれへんって頼むかもしれないですね。
コテコテのカズくん関西人なんで、言うたらカズくんと喋っとったらなんや知らんけど、もうあかんねんって分かってんねんけども、関西弁出てまんねんな。そんなんあかんな。もうさっきも言ったように、もうこんなんしてあかんあかんあかんと思ってんねんけど、まあそういうとこやね、しつこいとこなんですよね。あかんで、偽物の関西弁喋っとったら。そんな風に言われてまいりますわ。高弘さん、最近東京トライブ2の単行本を手に入れました。ありがとうございます。1巻でメラに切られたテラさんの右肩の傷が2巻では左肩になってんのはミスですか？はい、ミスです。今書いてる漫画でもね、なんていうのかな、シャツがね、ちょっと前までね、襟がついてるのになくなったりとかするんでね、どうしてもね、でもこういうことって僕は嫌いじゃないんですよね。大好きなブレードランナーでも、直前までハリソン・フォードが髪の毛長いのに、撮影の間に床屋行っちゃったみたいで、急に単発になるシーンがファンの間では有名なんでね、肩はね、やっちゃいましたね。でも、細かく読んでいただいて、あざっす。小森優さん、アマプラにまたジョーズが上がったんで、ついつい見ようかと。いいですね。それ最高ですね。やはり一作目は傑作です。夏はジョーズですね。そしてスピルバーグのまたさらに前の激突もいいですよね。激突ジョーズっていうのは本当にスティーブン・スピルバーグがハラハラスリリングの名手だってことが証明されてますよね。はい、そういった形でバッチリよかった、 YouTube ライブできた、嬉しいな。皆さんありがとうございました。またね、先ほどからも話してますように、さらに ATEM mini っていうスイッチャーを手に入れて絵を描いたりとかしながら、この YouTube ライブパワーアップしていきますんでね、本当に皆様の頼りが頼りなんで、よろしくお願いします。はい、今夜もいかがだったでしょうか。いや BGM いいでしょ。これいいんですよね。なんか昨日全部じゃないけど、ちょいちょいそのサカナクションの山口一郎さんの YouTube ライブ見てたら、何時間やってんだろう、あれ3時間ぐらいやってる時ありますよね。で終わったのかなと思うと、また夜中の3時ぐらいにゲームやってんですよね。変なゲームやってんですよね。あれ寂しくないんでしょうね。山口一郎さん有名人なんで、多分カラッと YouTube ライブ立ち上げると何千人っていうか何百人かが夜中の3時でも一緒にゲームやってくれるんで、おいちょっと待てよって、今そこにヒント見えたじゃんかよとかって言いながらやってたんで、僕もちょっとそうだ、だからさっき話してたスイッチもう一回やりますんで、ちょっと教えてほしいですね、皆様に。ティアキンクリアした人います？ちょっと教えてください。それやろう。本当に操作性が全部忘れちゃって、ちょっとやんないと分かんないですよね。もしずーっと童貞失ってから何回かセックスしてる人が久々にセックスしたら、なんかこういろんなこと忘れてたら面白いね。そんな漫画もありかもな。 YouTube ライブで喋ってる場合じゃないな。こんな風にしてアイディア考えるんですけど、さっきの AI の話ってほんと怖いですよね。 AI って文句言わずに書き直しするし、もしもデザイナーとかイラストレーターとか画家だとか、そういったものが AI によってなくなっちゃうなんてこと本当にあるんですかね。ただ価値なんですよね。この画家が生きてる時に
この絵を買ったとかね、岡本太郎の絵を持ってるんだとか、安藤忠雄の建築を持ってるんだっていうのは、これ実在の人間だから価値あるわけで、ものすごい価値のある AI が出てくるんですかね。何億か払わないと動かない AI みたいのが出てきて、 AI のカリスマ AI 界の安藤忠雄みたいなのに作ってもらうとか、そういう時代に突入したら世知辛いですよね。やっぱりなんかこう人間が握ったお寿司とか食べたいですし、本当の牛のステーキとかも食べたいですし、全部生成されたお肉で生成された料理人によってできた料理とかが、もしもね本当に寸分たがわず A と B どっちが AI が作った料理でしょうか、食べてみてくださいって言って全く差がなかったら怖すぎません？でも絶対にちゃんとした材料じゃなくて野菜とかお肉とかをなんかプリンターみたいな生成 AI プリンターで作った食べ物とか食べれない、口の中によう入れんですよね。高弘さん、ググってもわからなかったのでお答えいただいてすっきりしました。ありがとうございます。どういたしました。群馬ボーイさん、ピュアオーディオのアンプたち通して見ていますが BGM もサンタさんの声もバッチリです。なんだろう、ピュアオーディオって良さそうですね。なんかさっきさラッパーのデンガリュウさんがマクガフィンかな、なんか YouTube チャンネルに自分の部屋を紹介して、いいアンププリセットみたいな俺プリセットとかアンプとかなんだか分かってないんですけど、あれいいですね。エビスビーツさんからいただいたんですとかって言いながら、でその後多分ね自分の地元群馬栃木どっかが分かんないけど、デンガリュウさんずっと住まわれていてかっこいいんですよね。でその後蕎麦食べに行くんだけど、山に行く途中に山の近くの蕎麦屋入って行って道の駅なんですよ。で俺東京でこんなこと言ったら怒るかもしれないけど、うまい蕎麦食ったことないんだよねっつっていて、あれ考えさせられますよね。その山の近くの蕎麦一回食ってみたいと思っちゃった。やっぱ山の蕎麦の方が水がきれいなんだっていうのが妙な説得力がそのデンガリュウさんにあったんですけど、でその後山の中入っていって、山の中のね大地が喜んでる匂いがするとかって言ってて、それで切り株とか木の株とか集めていって焚き火を起こしてましたけど、あれリッチですね。ちょっと友達とやりてえな。焚き火とかキャンプとかしてお酒を持ち込んで、だけど夜飛ばんのが怖えな。その日のうち帰ってきたいけど、なんか虫とかがテントの中入ってきたら嫌だな。だけどお酒飲んじゃったらもう車も運転できないし、車運転しない友達がいたらその人に運転してもらえばいいんでしょうけど、キャンプか楽しそうだな。なんかそこで普段話さないような自分の秘密みたいな話を焚き火の火を見ていると語りたくなっちゃって、これ内緒にしといてねとかっていう話って、喋る人はいいんだけど、やっぱりそれだけのインパクトのある内緒話だと、分かった絶対言わないっていう人って言いますよねだからルフしていっちゃうんですよね。本当にルフしたくない話は自分の胸の奥の方に隠しとかないと、一回誰かに喋っちゃうと無理ですよね。でそれを聞いた人は次話すときに、これね絶対内緒にしといてねって言われたんで、俺が喋ったってことを内緒にしといてねって言って次の人に喋っちゃうんですよね。怖いですね。じゃあ本当にバカな話付き合ってくださってありがとうございます。またやります。あざした。皆様今回も聞
聞いてくださってありがとうございます。またちょっとやっていきますんでよろしくお願いします。ちょっとね、さっきこの番組の冒頭でも言ったんですけど、あと2個ぐらいね、IKEA でライト、それ見てもらおう。開封じゃないけど商品だけね。それ見ておしまいにしよう。ごめん、お疲れ様でしたってみんな言ってくれちゃって。ごめんなさい。なんか終わる詐欺になっちゃって。シュガさんと、前田さん、もうちょっとだけお付き合いください。さあ、このね、コップが4個、この英語っていうか何語だかわかんないけど、パッペルスピョルクグラスミックスカラー 30CL4 個。これ綺麗な色のね、ジュース入れてもいいし、お酒入れてもいいし、お水入れてもいいんだけど、ウーロン茶入れてもいいんだけど、これ見えるかな？どうだろう？僕の顔隠したら見えるかな？ピンが合ってることを望みますけどね。これね、1499円で売ってるんですけどね。買っちゃうかと思って、レジの前にね、ちょっと訳あり商品で1499円が999円になってるわけで、じゃあ割れてんのかな、割れてるコップさすがに使えないでしょうと思ったら、箱がちょっとよれてるだけなんだって。これすごいよね。箱なんかどうでもいいじゃん。だって箱がダメなだけで500円安くなってるんですよ。でこれやっぱ文句言った人がいるんでしょうね。ちょっとお宅の商品買ったんですけど箱がちょっとへこんでたんですけどって、どうでもいいじゃんね。でもそういう人がいるおかげで、じゃあこの箱ちょっとへこんでるから、多分ここがへこんでるだけなのかな。見えないかもしれないけど、どうでもいいよね、そんなこと。そのおかげで500円安く買いました。それからね、ちょっと片っぽの方が暗いんでね、もう一個ライト足したろうと思ってね、もうライト中毒なんですけど、こういうちょっと面白い電球買ったんですよ。モナルトレッド、なんやろ、名前はいいよね。15ワット。これ中がちょっと S 字みたいに光るんですけど、これをもともとね、何につけたらいいんやろうと思って、電球を簡単につけれるもんないかなと思ってあったんですよ。こういう土台にこのライトがはまるらしいんで、最初ちっちゃい電球してたんだけど、途中でこの大きいやつがね、綺麗なんでね、多分後ろのちょっと暗いところを補強してくれるんですよね。それからさ、恐竜ちょっとライトアップしたいっていう夢があって、ずっと手出さなかったテープのライト、これがいるかな。これね、 USB タイプ A でつなぐと電気がつくらしいんで、テーピングして恐竜の下をライトアップしようと思ってるんですよね。で USB タイプ A のために変換器もゲットしたんで、そんな感じで、ただ一番面白いのはこのライトですけどね、今日は。はい、ちょっと形で1時間以上お送りしてきました。皆様最後までご覧いただいた皆さんありがとうございます。そしてアーカイブでご覧いただいた皆様ありがとうございます。じゃあまた漫画家の井上サンタが気まぐれで、多分ね土曜日か日曜日の夜が多いですね、やっていきたいと思います。ありがとうございました。小森さん、シュガさん、前田さんありがとうございます。またご覧いただいてください。お願いします。
GGY さん、またです。そうなんですよ、高弘さん。箱潰れで割引なんて日本だけですかね。いや、どうなんだろう。本国もありえますよ。クレーマーいるかもしんないから。じゃあまた次回です。バイビー。エビスや。